睡眠障害で昨日は1時間程度しか眠れませんでした。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と拭いきれない欲望と共に寄り添ってゆく優しいチャンネル、ネガティブマンチャンネルへようこそということでね、また始まっちゃいましたけれども、そう今日はね6月6日っていうのはこのチャンネルの3周年記念日なんですけれどもね、それは後々ねお話しするとして、今日はね3年もやりましたね。3年もネガティブなことを言ってもね、こうして意外とピンピンしているのでね、ネガティブなことを言ったらなんか人生に良くないことが起きるとかね、なんでしょうね、ネガティブなことばかり言ってたらすぐ死んじゃうとかね、まずそういうまやかし嘘ですね。しかも私人に言ってますからね。だから呪いとかね因果応報とかってないんですよね。いやそれは今日はそんな話じゃないんです。安楽死についてね。安楽死、ちょっと待ってください。安楽死は第何弾になるんでしょうね。安楽死は安楽死は第11弾になります。今回ね。そうです。今日は安楽死について、安楽死は絶対必要である第11弾についてね、話していこうと思います。そして冒頭申し上げたように、私、昨日1時間ぐらいしか眠れずに、ね、睡眠障害で苦しみましたので、今日は短い動画にしたいと思います。寝るということにね、真剣に向き合っていかないと死んでしまう。それで思い出しましたけれど、意外とね、1時間ぐらいしか寝てないのに、なんで人間は労働ができるんでしょうね。途中で倒れるかなと思ったんですけど、意外と倒れませんでした。安楽死は何故絶対に必要である。これね、安楽死の話題はね、やっぱり一番ね、私の主張するね、反出生だったり労働反対運動と並んでね、安楽死を訴えておりますけれども、安楽死の問題はね、一番現実に近いんですね。もう世界最低でも10カ国でね、世界中でやられ始めてますからね。安楽死、それはいいとして、安楽死がなぜね絶対必要なのか、これからね、今日はもう睡眠に特化したいのでね、早口でね、やめときましょうね。早口で喋れるほど頭の回転は良くないのでね、端的に話していこうと思いますけど、安楽死はあれなんですよ。人生の損切りになるんですね。まず一つ目、重要なことはね、安楽死について第11弾ですから、第10弾までいろいろね、うだうだ喋ってきましたけれども、第11弾としてはですよ、やっぱり端的にね話していくと、まず人生の損切りになるってことですね。損切り株でも博打でもね、人との関係でも損切りは大切だね。見切り線量って言うじゃないですか。見切り線
見切り千両損切り万両でしたっけね。そう言いますね。そうなんです。そうなんですよ。苦しい人生の損切りになるわけですよね。そうもう限界だと、もう人生限界であるとね、悟った時、または希望をなくした時、まあいろんな事情でね、病気が重かったりとかもありますよね。あと経済的負債を抱えてしまったりとかね、なんて言うんでしょう、なんかこう人に裏切られたりとかね、捨てられたりとか、いじめを受けたりとか、なんか絶望したりとかね、いろんなシーンにおいて使えるわけですよね。損切りが使えるわけですよ、人生のね。また自ら人生の損切りを行うということはね、この社会通念のね、うんちみたいな常識だったり、なんて言うんでしょう、昔の偉い人の言葉だったりね、宗教的な観念からね、自らの人生を取り戻すというね、非常に大きな積極的なね、こう主体的な、自分が主体的になれるわけですからね。生まれてくることはなかなか選択できませんけれどもね、反出生は正しいんですけれど、そうなんですよ。なかなかね、せめてね、死ぬね、あらゆる生物は死ぬんですからね。死なないのは理論上ロブスターだけですからね。ロブスターは内臓も脱皮するので、理論上永遠の命があるらしいですけれどもね。しかし人に食われるか天敵に食われるかね、大きい体になると脱皮が難しくなって死んでしまうらしいんですけれども、理論上は永遠の命があるらしいですよ、ロブスターはね。いや脱線しましたね。そうなんです。そうなんですよ。損切りができるという利点がまず一つ。そして二つ目は自殺防止になるんですね。自殺防止。なんか犯罪を犯した重大な殺人犯が逃亡してね、自ら自殺を図るみたいな、そういう特殊な例を除けばですよ、もう間違いなくもう9割5分ぐらいは間違いなく自殺がなくなるわけですよね。なぜなら安楽死があるからです。で先ほどね、一つ目で言った通り、人生に絶望したらね、安楽死制度を使えばいいわけですからね。こんな素晴らしいことはないじゃないですか。そうだもんで、そう自殺防止になるんですね。わざわざ電車に飛び込んだりね、みんなで集まって練炭自殺してみたりっていうね、そういう大体それがもう苦しいじゃないですか。なんでそんな苦しい思いをしないといけないのかというね、そういう疑問と不満に大いに応えてくれるわけですね、安楽死っていうのはね。もちろん安楽死においてはあれですよね、今カナダがゆるゆるに規制を緩めようとしてますけれども、全くもってね、正しい方向だと思いますね。そう人生は主体的で、自分の人生は自分で決めるなんて、自己責任だとかね言うじゃないですか。僕は自己責任という言葉は絶対許さない。または多責思考とかねいう言葉は絶対に許さないしね、その言葉を使う者と永遠にね、地獄の底まで戦ってやろうと思いますけれどもね。そうなんですよね。せめて死ぬ時ぐらいね、世間がそうやって自己責任だって言うんだったらば、自分で決めることができるわけですよ。死というものもね、死亡するということもね、人生を終わらせる、生きるのを諦めるっていうことも選択できるはずですね。でもうこの時点でね、自己責任者とか多責思考論者をね論破したと言っても過言ではないですね。そうなんです。そんなこと言うんだったらね、自己責任とか多責思考とか言うんだったら、じゃあ自分が死ぬよっていうのは自己決断で自己責任でね、大したもんじゃないですかね。大いにやらせてあげるべきなんですよ
それをね、自殺はいけないとかふざけたこと、自殺がいけない、じゃあ安楽死を用意してって話ですかね。安楽死っていうのは自分の意思ですから、もうまさしく自己責任じゃないですかね。素晴らしいよね。そしてね、いやどうしても自己責任だっていう連中に対するね、この憎しみが湧き上がってこうね、この安楽死の話から道がそれそうになりますけれどもね、憎しみは大切ですよ皆さん。憎しみを持っているからこそね、この人類の歴史においていろいろなね、圧政だったり独裁者だったり、こうろくでもない政治を行ったりとかね、いろんな思想だったり、こういろんなね、組織的な抑圧っていうものをね、人類を跳ね返してきたのは憎しみのおかげですからね。憎しみをね、否定するやつらはね、よろしく奴隷になってればいいと思います。また道がそれてしまいます。とにかくですね、端的に言えば2つ目は自殺防止につながるよ。もうほぼほぼ自殺っていう言葉がなくなるっていうか行動がなくなりますよね。睡眠薬を飲んだりとかね、手首を切る必要もないしね。だからリスカみたいな真似ね、メンヘラ連中がやるね、死ぬ詐欺もなくなりますね。じゃあ周りも気楽ですね。お前そんなことするな、ちゃんと安楽死制度を使えよっていうね、とんでもない正論がね、大冗談から振り下ろせますからね。だからもうそうですね、世の中の死ぬ詐欺のね、こうかまってちゃんたちの撲滅にもね、つながりますね。そうなんです。ということは自殺防止につながるんですよ。9割5分はね。そして3つ目としてはですよ、あれなんですね、安楽死制度、安楽死というのは希望になりうるってことなんですね。人類最後の希望ですよね。大きく出ましたね。いや本当そう思いますよ。人類最後の希望なんじゃないですか。希望になりうるんですよ。例えばね、ある日突然ね、健康診断を受けたらね、なんかね、胃がんでも何でもいいですけど、がんが見つかってステージ4だね、4だっていうね、マジかそんなに痛くねえんだけどみたいなね。じゃあ緩和ケアに行くのか、こう腹をかっさばいてね、外科手術するのかみたいな、そういうことになるわけじゃないですか。その時にね、緩和ケアって言っても最後はね、こうモルヒネを打ちながらこう嫌な気持ちで痛い言いながら死んでいくわけじゃないですかね。徐々に意識がなくなってね、痛い思いばっかり。いやもうがん患者の最後は悲惨なもんですよ。だからね、私も見てきましたけど、そうなんですよね。例えば病気で苦しんだり難病にかかってみたりね、ALS とかね、いろんなね、ろくでもない難病世の中にたくさんありますからね。あと難病だけじゃなくてね、事故とか事件とかでね、こうなんかこう光を失ってみたり聴覚を失ってみたり、こうね、なんか手足をなくしてみたり、こう脊髄やられて動けなくなってみたりとかね、そういう事件においてもね、あれじゃないですか、最後の希望になりうるでしょ。それはもちろんなりうるんですけど、先ほど言った病気の件に関してはね、ステージ4だって言うと、じゃあ動けるうちにね、いろんな人にこう感謝を述べ伝える行動をしてみたりね、昔からやりたかったアクティビティにね、挑戦してみたり、昔生きてる間にやりたいことやってね、そしてどうしてもちょっと痛いなと、もう動けねえなってなったら、こうね、緩和ケアならどうしてもこう最後まで薬飲んだりしなきゃいけないですけどね、もう動けねえな、もうここが限界だなと自分が感じた時点で安楽死を選択できるわけですからね。希望なんですよ。
もうあらゆる老若男女のいろんなシーンで使えますよ。ね、子供がいじめられたりとかしてね、または進学でなんかどこそこ落ちたとかね、受験とかね、こうなんかブルーカラーになるの嫌だとかね、なんか親からのプレッシャーが嫌だとかね、毒親が嫌だとかね、そういうことになったら安楽死を選択しますっていうね、冒頭申し上げたように損切りも可能であると。そう、またその安楽死という選択を武器にですよ、やっぱりこうね、保護につながったりとかもするわけじゃないですかね。安楽死を希望するんだったらば、じゃあ転校した方がいいんじゃないのかとかね、こうね、引きこもった上で勉強した方がいいんじゃないのかとかね。そう、安楽死をいろんなシーンで使えるんですよね。ご老人もそうじゃないですか。なんかね、孫とか息子とかは、ね、迷惑をかけるぐらいならっていういつものパターンもそうですけどね、自分の頭のはっきりとした時にね、ボケる前に行きたいっていうね、そういうこともできる。ね、そう。もうあとはあれですよね。私のようにもう労働ね、ある程度元気だから生活保護も受けられないね。そう。じゃあどうするか、労働から解放されるために安楽死を選びますっていうパターンもあり得るじゃないですか。そしたらばね、労働をまずやめて、もうね、あとは好きなことを1年くらいやって、そしてもういいかなと、また生活を立て直すには労働するしかないのならね、安楽死を選びますっていうね、もう非常に希望じゃないですか。もうこれぞ人類の最後の希望ですよね。ということでね、この3つ、まず第一に人生の損切りが可能になる。2つ目ね、痛い思いをするようなね、自殺をしなくても済むことになる。ということは世界全体がね、自殺防止につながるわけですね。そう、無残なね、安楽死を選択するっていうことはこう周りを悲しませるとか言いますけれどね、自殺だって悲しませるわけですからね。自殺よりはマシじゃないですか。いろんな人に事情を説明できる時間があるわけですから、たっぷりあるわけですからね。そして3つ目にやっぱ最後の希望であるってことですよね。そう、希望である、いろんなシーンに使えますからね。そう、もう嫌になったらね、自分の責任においてね、安楽死で死んでいくっていうのがね、別におかしなことでもないような世の中になればね、なんて言うんでしょう、ギスギスしたなんていうのかな、そう、例えば私冒頭申し上げたように睡眠障害とかね、あれですよね、足ムズムズ症候群とかわけのわかんない病気にかかったりとかした時にね、なんかあれじゃないですか、なんか生き続けなければいけないみたいなね、健康じゃなきゃダメだみたいな、いいじゃないですか、睡眠障害なら障害でね。そうね、労働そう労働から解放されればね、そんなの立ちどころに治るわけですしね。そう、うつになったらなったでね、そうあれじゃないですか、安楽死があるっていうのはね、すごくいいことですよね。そうなんですよ。別にダメなら人生だったらダメでいいじゃないかと。でそれは損切りすればいいじゃないかと。ね、生まれてきたくはなかったわけでね。いや、生まれてきたかったかもしれないけど、いや、かったか、いや、それはないな。人生失敗し、そう、今日ね、そう、変な話、知り合いの新一というね、そう、寄生獣とかね、コナン君のようなね、漫画の主人公の名前の新一とね話してて、お前はなんだとね、結婚したらいいじゃないかと。で僕と全く同世代ですからね、
今更そんなこと言ったって遅いよっていう話をして、いや僕は由美ちゃんと結婚する可能性があるんだぞっていう話をして、由美ちゃんはブスなのかっていう話を、いやそんなことないよ。シシャモっていうバンド知ってるか。シシャモっていうバンドの3人のメンバーよりブスなのかってね、新一は言うわけですよ。失礼なこと言って。この右のやつ、いやこの左のやつにちょっと似てるなみたいな話をしててね、ろくでもないですよね。そうっていう、我々のようなね、人生失敗しちゃったおじさんね、ろくに結婚もしないでね、そうね、私ね、常に恋人を募集していますが、もうね、誰も立候補してくれませんしね、そういう人とね、なかなか知り合いませんね。もう終わりです。終わりなんですよ。っていうようなね、寂しい気持ちになったらもう損切りしてもいいんじゃないか。これ以上ダラダラ生きてもね、話にならないな。そうね。冒頭申し上げたように見切り千両、損切り万両ですからね。ということもありましてね、なんて言うんでしょう。ね、安楽死はだからこそもうあれですね、人類の最後の希望なんですから、安楽死は絶対必要なんですよ。間違いなくね、安楽死は絶対に必要なんです。ということがね、ご理解されたと思うので、皆様もね、よろしく。これはね、定期的にね、もう話すことがなくなってもね、何度でもね、話していかないといけない。もうちょっとですからね、現実的ですからね、とっても現実的です。安楽死制度は日本にも来る可能性はまだまだ十分ありますよ。日本っていう愚かな国はね、独立国家ではないと昨日話しましたけれども、何がアホだってね、別に独立国家でまだあった時代ですら外圧に弱いわけですよね。世界のキョロ銃ですからね。世界のキョロ銃ジャパンですからね。外圧に弱いわけですから、周りがね、もう安楽死だらけの国になったらもう余裕で安楽死に舵を切りますから、とにかく言っていくことが大切なんじゃないのかな。ということでね、今日は短めに話そうと思ったらいつも通りでしたね。ということで、安楽死は絶対に必要である第11弾、ご清聴ありがとうございました。何よりね、地球がね、明日にも今日にも滅びてしまえばあらゆる問題は解決し無に帰すのでね、それを願いたいと思います。ネガティブマンでした。